皆さんはムハンマドと聞くと誰を想像しますか？ムハンマドという名前の由来はイスラム教の原始であるムハンマドに由来していて、主にイスラムを信仰する方たちの間では人気の名前です。そのため、中東、アフリカ北部をはじめ南アジアでは多く見られる名前になっております。直近のデータによると、イングランドとウェールズにおける男の子の命名ランキングでムハンマドは1位を獲得し、世間がざわつく結果に。今回なぜこの結果に至ったのか詳しく見ていきます。皆さんこんにちは、シンです。今回はこの名前のランキングについてなんですけれども、前回まではそのキリスト教圏とかでよく使われる、男の子だった場合は名前がノアっていうのがあったんですけど、それがこの度ムハンマドと入れ替わりましたと。でこのムハンマドなんですけど、スペリングがいくつかあるんですが、それぞれ違う名前っていう風に認識してるんですね。なので日本語だと例えばそのモハメドだったりムハンマドっていう風に分かれるんですけど、実質はこのモハメドっていうところで、名前は一緒なんですが、データ上これは違う名前っていう風に認識しています。なので厳密に言うとこのムハンマドのそれぞれの違う、スペリングを統一した場合、おそらく群を抜いて、トップ1位っていうのは確実なんじゃないかなと思われます。で女の子の場合は、名前のトップがオリビアっていうところになります。で今私はですねこの東ロンドンの方にいるんですけれども、ムスリム系の人口が 40% 弱を占めるエリアになっております。でこのムハンマドっていう名前が、ランキングの上位に出るのって2010年頃なんですけれども、今回の結果を受けて一部国民の間では反感が持っている人がいますと。なのでネット上のコメントとか見てみると、なんかもうイギリスは終わったとか、イギリスはイスラムの国になってしまったみたいなコメントが見受けられます。ただですね、このデータをどう受け止めるか、どう理解するかっていうのが、個人的には重要だと思っていて、そのイスラム教徒の人たち、男の子だった場合、大体命名するのってムハンマドってなった時に、仮に10人のイスラム教徒の人がいて、その他宗教の人たちが10人いたとすると。そうした時に、このイスラム教徒の、男の子たちはおそらく10人中9人8人がムハンマドってなるのに対して、その他宗教の10人っていうのは名前が全員バラバラになるんですよね。なので今回の結果を受けて、驚きはするかもしれないんですけれども、この特性上そうなるよねっていうのはちょっと部分的にはあります。でちなみにみんながみんなムハンマドじゃないですか。なので、例えば同じ職場にムハンマドっていう名前の方が複数にいるとしたら、ムハンマドではなくてそのミドルネームっていうので、呼び合ってるそうで、このミドルネームっていうのが日本にはないシステムなんですけど、いわゆるその名字と、名前の間の、名前っていうのがまた別であって、それがカリームだったり、わかんないですけどアリだったりっていうので、そこの、ミドルネームでお互いを呼び合ってるみたいです。ではなぜイギリスにこれだけのこのムハンマドっていう名前が多いのか見ていきたいなと思います。でこの名前が出始めたのはその第二次世界大戦後のお話になっていて、1948年に、この国政法っていうのをイギリスは制定します。でこの国政法っていうのがもともとイギリスの植民地だった、国々の人たちは、イギリスに来て、仕事したり住めるよっていうようなものになります。で1960年頃までにですね、50万人の移民が押し寄せるんですけれども、主にイギリスの植民地であったインドだったりパキスタン、あとはジャマイカの国々から移民がやってきますと。で主に彼らが携わっていたのは、その製造業、運輸業、あとは医療だったりするんですけれども、過酷な労働環境だったっていうところで、ローカルの人がなかなか手をつけないようなところに仕事をしていました。でこの人たちはですねこの東部のところにいたんですけれども、東部にいた理由っていうのが、主に工業地帯だったっていうところと、あとはこの辺って、それなりに賃金が安いっていうところで、東部ですと。でこのロンドン東西南北の話については別の動画出しているので、ご興味がある方はそちらをご確認ください。でこの移民のピークっていうのが60年代70年代って言われてるんですけれども、第二次世界大戦の時にイギリスは兵士を50万人ぐらい亡くしています。ということで労働力が足りてませんと。でもっと言ってしまうと、戦時中あとは戦後直後はですねその出生率っていうのも下がっていたので、そういった意味で労働力を海外から雇っていたというような状況です。
でこの労働力を募ってた国々なんですけれども、インドだったりパキスタンだったりジャマイカだったりは、当時ね経済も良くなくて就職率っていうのも低くて、そういう意味ではウィンウィンっていうので、移民が押し寄せました。で移民がねこちらに来て暮らし始めるんですけれども、だいたい80年代頃には、このムハンマドっていう名前がその男の子のランキングで、上位100に入ってきます。でこのムハンマドっていう名前が多いもう一つの主な理由なんですけれども、これ結構出産率に関係しています。ちょっと古いデータにはなってしまうんですけれども、イギリスに住む女性の出産率ってムスリムの間では平均1人 2.9 人なのに対して、非ムスリムの女性は 1.8 ってなるので、その時点で1人分の子供が差として出ちゃってます。でもちろんね、その生まれてくる子供が全員が全員男っていうわけじゃないので、そこの差はあるんですけれども、少なくとも絶対数で見たときにムスリム女性の方が平均で1人多く産んでるようなデータになります。で今回のこの名前のランキングの発表を受けて、不法移民だったりその移民全体に対してネガティブな、意見を持っている人が、いますと。で彼らの言い分としては、その生活補助金を不正に受給したり、あとは仕事を奪ったりで、もっと言ってしまうと犯罪をしたりと、いろいろきつめのコメントが多くあります。なんですけど、彼らのフラストレーションも、分からなくもないなと思っていて、現にですね今イギリスに120万人の、不法移民がいるっていう話なんですよね。そういったことから移民に対しての差別っていうのが発生しちゃってますと。でこの動画ではちょっと詳しく、触れませんが、こういった現状が、イギリス国内にはあります。でまだ記憶に新しい人もいるかもしれないんですけれども、去年24年の夏にイングランドの北西部のサウスポートっていう町で、暴動が起きます。でこの暴動の発端となったのは、当時17歳の少年が、地元のこのダンス教室に押し入って、そこにいる人たちを次々と、ナイフで刺したっていうような事件がありました。でこの事件の結果、3人の10歳未満の女の子が亡くなるっていう事件があったんですけれども、この時ですね、情報も少ない中でいろいろなデモが回ってて、主なデマとしては、この犯人が不法移民または不法滞在している人だっていうので、その反移民、反イスラムの人たちが、そこで怒りを爆発して、でこの暴動に発展した事件があります。でこの事故分かったのは、その17歳の少年っていうのは、両親はルワンダからの移民なんですけども、その少年自体は、ウェールズで生まれている人です。でちなみに、この家族は、クリスチャンの家族だっていうのが分かりました。なので、蓋を開けてみると、この少年は、不法滞在している移民でもなければ、イスラムでもないっていうのが分かります。でただ今現在もですね、イギリスの国内ではそのイスラム教徒にこの国は乗っ取られるみたいなコメントっていうのをちょいちょい見かけるんですけれども、2021年のデータを見る限り、そのイギリス系白人の割合を見ていくと、75% ぐらいあるんですよね。なので、4年前のデータにはなっていて、そこのブランクっていうのは気になるところではあるんですけれども、今のところ白人系の割合っていうのは多いんじゃないかなというふうには思います。でこのイスラム教徒がそのイギリスの国内で、存在感を出し始めてるっていうところで一つ思い当たるのが、ロンドン市長の、カーンさんだったり、あとはもともとスコットランドのその首相であったユセフさんとかもイスラム系の人たちっていうところで、そのトップに立つ人たちが確かにイスラム教徒の人たちだとなんか存在感が出始めてるよねっていうのは、それはなんとなくわかります。で日本も労働力が足りないって言われている中で、外国人の労働者を日本にどんどん連れてきてますと。でこの日本に来たその外国人労働者が仮に日本に残って生活してったとしても、日本ってその1億2000万人を超える大国ではあるので、そうすぐにはその外国人の名前がランキング上位に出てくることはないんじゃないかなとは思いますが、この先10年、20年、30年後を見ていった時に果たしてどうなっているのか、気になりますよね。ということで今回の動画はこちらで以上となります。いやーこれ皆さんね結構考えさせられることなんじゃないかなとは思うんですけれども、もしコメントやご意見等あればぜひコメントを残していただければ嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。